ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はまだナックよ。彼はマルカルス訪問時に発生する殺人事件から始まるクエスト、フォースオーンの陰謀を進めれば手に入る死体よ。大きなクエストの重要人物だから印象に残ってる人も多いと思うわ。魔術師として優秀なのは有名な話だけど、実はかなり珍しい特性の持ち主でもあるわ。というわけでまずは彼の特性を見ていくわよ。始まるよー。まだナックは霊気魔法を得意とする魔術師よ。スカイリムには霊気耐性持ちが多いから霊気魔術師は不利なのだけど、彼はそれを補えるある特性を持っているわ。防御力ゼロの状態で彼から殴られると38ダメージね。次にドワーフセンチュリオンと戦わせてみるわ。はい、115までダメージが上がったわ。実はマダナックにはドワーフオートマトンへのダメージが3倍になるという特性があるの。ドワーフオートマトンは霊気魔法が効かないから霊気魔術師の天敵なのだけど、マダナックはそれをものともせず切り伏せられるわ。ドワーフオートマトンから受けるダメージを4分の1にする特性もあるから、対ドワーフオートマトン戦では鬼のような強さを発揮するわ。彼はクエストの途中でドワーフスフィアと戦う場面があるのだけど、冷静に考えたら霊気魔術師である彼が勝てるはずないのよね。その場面で彼を死なせないために、このような特性が与えられたのだと考えられるわ。霊気魔術師でありながらドワーフオートマトンに対して有利に戦える。それがマダナックの最大の特徴よ。霊気耐性を持つ敵は他にもいるけど、そもそも彼は片手武器スキルが高いから、ドワーフオートマトン以外が相手でも普通に戦えるわ。普段は霊気魔法、耐性持ちには武器攻撃と、状況に応じて使い分けられるのが彼の強みね。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがマダナックのステータスよ。まずパークの多さが目につくけど、残念ながら半分近くが機能してないのよね。未練の唱えを使うことはほぼないし、回復強化、スタミナ回復、適切な装備も意味がないわ。召喚魔法の持続時間を伸ばすアトロマンシーを持ってるけど、肝心の召喚魔法を覚えてないのよね。ただこれは召喚杖にも効果があるから、召喚杖を使わせればちゃんと効果を発揮するわ。獣人に召喚杖を使わせる方法については、従者が召喚杖を使う条件という動画で解説してるから、詳しく知りたい人は見てみるといいわ。熟練者レベルまでの霊気魔法と霊気強化ランク1を持ってるけど、これだけでは魔術師としては及第点といったところね。ただ彼は NPC にしては珍しく極冷凍のパークを持ってるから、体力が 20% 以下の敵なら霊気魔法で麻痺させられるわ。これは常に周囲に霊気ダメージを与える。氷のマントと相性がいいパークね。ダメージ低下、ダメージ増加というのはさっき言った。ドワーフオートマトンへの余ダメージ3倍と非ダメージ4分の1の効果よ。これのおかげでドワーフオートマトンに対して有利に戦えるわけね。片手武器スキルが高いから近接戦闘もできないことはないけど、すが魔術師だから耐久力には不安があるわ。防御スキルもそれなりに高いから、片手武器と一緒に盾を持たせておくのがおすすめよ。種族がブレトンだし魔法耐性のパークも持ってるから、魔法に対してはかなり頑丈ね。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。マルカルス初訪問時に殺人事件が発生した後、エルトリスからメモを渡されるから、そのメモを読んで始まるクエスト、フォースウォーンの陰謀を進めれば、マダナックに出会うことができるわ。このクエストはマダナックを倒すルートと一緒に脱出するルートがあるのだけど、マダナックを獣人にするなら、脱出ルートを選ぶべきよ。マダナックは初期状態では粗悪なチュニックを着ているのだけど、一緒に脱出すると、出口の直前でフォースウォーンの装備に着替えてくれるわ。軽装の適性はないのだけど、防具は装備するだけでダメージカット率にボーナスが入るから、あるのとないのとでは大違いよ。そしてここからが重要なのだけど、フォースウォーンと一緒に脱出すると、マダナックたちはドルアダッチ要塞を目指して移動を始めるわ。一度こうなってしまうと、獣人にしてもその行動パターンが維持されてしまうの。だから必ずフォースウォーンはマルカルス遺跡で全滅させないとダメよ。外に出るときも注意が必要で、フォースウォーンを誰か一人でも獣人にしていると、一緒に脱出したという扱いになってしまうわ。だからマルカルスに出る前には必ず獣人化を解除しておかなくてはならないわ。ソーナーシルバーブラッドから報酬をもらってから、遺跡の中に戻って、マダナックを蘇生すれば、
外に出た後もちゃんと戦ってくれるジュートになるわ。ちなみにこのクエストに出てくるフォースウォーンは、全員ドワーフオートマトンへの特攻を持ってるわ。ただマダナック以外はそんなに強くないから、わざわざジュートにするほどでもないわね。マダナックも含めて彼らの死体は消えずに残り続けるから、仮に保存しておくとしても、保存アイテムを持たせておく必要はないわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はマダナックについて紹介したわ。ドワーフオートマトン特攻という珍しい特性を持ってるけど、死体にするタイミングによって性能が変わってくるから、ジュートにしたい人は注意してね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。